トレーダーの皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も CNRFX の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちら。FX で上達するための ToDo リストについてお伝えしていこうと思います。誰しも迷うと思いますね。FX 何を勉強したらいいんだろう。テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、その他にも学ぶこといっぱいありますよね。そういう何を学べばいいか迷っている方に向けてですね、皆さんの道しるべとなるように ToDo リストをご用意しましたので、こちら、しっかりと最後まで見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。まず FX の仕組みとして、相場ですね。相場というものから第1のフィルター、手法というフィルターを通します。さらに第2のフィルター、ルールというフィルターを通すことによって最終的にお金を相場からいただくことができるという FX の仕組みだよということをお伝えしました。FX の仕組みについてね、まだご覧になられてない方は、右上のリンクから動画をぜひ、確認していただけたらなと思います。で、フィルターの作り方ですね。具体的なフィルターの作り方はじゃあどうしたらいいのというお話になるんですけども、先ほど見た三角錐の、ものですね。三角錐のもの、実はこれ奥行きがありまして、正三角形、正三角錐になっているとイメージしていただけたらいいと思います。で、ここに書いてありますね。知識、手法、ルール。はい。この3つのことをですね、FX で勝ち残るための3つの要素と、はい、私は呼んでます。知識、手法、ルールですね。はい。で、このちっちゃな円をですね、大きくしていくことによってフィルターを作ることができると。で、そのフィルターを通して最後に残ったものを相場からお金としていただくということが FX の仕組みだということをお伝えしております。ではですね、この3つの要素、円をどうやって大きくしていったらいいかということなんですが、まずですね、知識から見ていきましょうか。はい、知識は勉強量ですね。書籍だったり、ブログだったり、YouTube だったり、何でもいいです。はい、勉強することによって知識がどんどん増えていきます。それによってこの円が広がっていくと、考えてください。一方ですね、今度手法ですね。手法を見てみると、手法の円はですね、検証です。ひたすら検証することによって、この手法の円を大きくすることができます。はい。で、この手法の円と知識の円の重なった部分、ここですね。この重なった部分が第1のフィルターですね。手法という第1のフィルターがここで完成という形になりますね。はい。で、ルールはですね、経験。主にですね、主に経験を積み重ねることによってですね、この円を大きくしていくわけですね。はい。で、このルールと知識が重なったここの部分をですね、第2のフィルター、ルールのフィルターと私は呼んでいます。で、全てがここですね、重なった点が、最終的に相場から、お金としてね、いただくことができるよというものが、そもそもの大まかな FX の仕組みだということをお伝えしました。はい。今回さらっと紹介したんですけども、フィルターの作り方についてね、まだいまいち、そうだったっけなっていう方はですね、右上のリンクからチェックしていただければ、より詳しく理解できるかと思いますので、ぜひご覧ください。はい。で、このチャンネルではですね、主に知識のですね、知識。FX に限らずですね、相場、株式でも使えますしね、はい。もうすべての、相場、投資には必ずね、チャートがありますから、そのチャートを分析する上では必ず必要な知識をね、このチャンネルでお伝えしていこうと思っております。で、一方、手法はですね、こちらにも書いてありますけども、LINE 登録者限定で、私の手法はすべて無料で公開してますので、ちょっと興味ある方は LINE 登録してくだされば、動画をね、見ることができますので、無料で全て動画見ていただいて、こんな手法なんだ、みたいな感じでね、手法を理解していただけたらなと思います。もちろんですね、その自分の手法、私はこういう自分の手法があるから貫き通すんだっていうのはそれはそれで全然構いません。また逆にFX 始めたてでね、その手法とか全く分かんない人は、これから手法の作り方等もねお伝えしていこうと思いますので、ぜひ、これからも応援よろしくお願いしますという形ですかね。はい。で、ルールに関してですね、こちら自分で作る。もうこれはですね、本当に私も数人にですねトレードを教えてるんですけども、全く同じ手法を教えてもですね、やっぱ、10人と色、性格も違いますから、ルールはやっぱ違ってきちゃうんですね。はい、ここはですね、なんて言うんでしょう、ひな形的な、ルールのひな形はこうだよみたいなことはお伝えできるんですけども、もう詳しいルールに関しては本当に自分で作るしかないんですね。はい、なのでここはもう自分で経験して、自分で作るということになります。
はい、じゃあですね、今回の本題に入っていくんですが、3つの要素において、知識、手法、ルール、この3つあると思います。じゃあ具体的にはどうなのっていうところをね、お伝えしていこうと思うんですが、まず知識。どんな知識があるのかと。これも結構ね、もう皆さんいっぱい知識、ググってもらえればいっぱい出てきますからね。はい、知識、どんな知識。大きく分けて、それぞれですね、私の中で3つに分類できます。はい、私なりの分類ですけどね、それぞれ3つに分類できますので、その3つと、具体的にどんな風なところがあるのかっていうのをね、ご紹介していこうと思います。はい。で、手法に関してね、何の手法を作ればいいのか、どんな手法がいいのか、気をつけることは何なのか。ね。はい。一方、ルールはですね、どんなルール作ればいいのか。一概にルールって言われても幅が広すぎるよね。じゃあ具体的にどんなルール作ればいいのって多分迷ってしまうと思うので、その具体的な、まだちょっと抽象度合いは高いんですけども、もうちょっと詳しく具体的にね、お伝えしていこうと思います。はい、まずですね、知識からお伝えしていきます。はい、知識ですよ。知識、思い浮かぶものなんでしょうね。はい、例えば、ゴールデンクロス、レッドクロス。以前も動画でお伝えしました。有名ですよね。日本の移動平均線を使った、トレード戦略というか、トレード、手法ですよね。はい、日本の MA がね、クロスしたら、短期線、短期線、長期線とかね、はい、クロスしたら、ゴールデンクロス、レッドクロスってありますね。はい。その他、経済指標ですね、有名な経済指標、米雇用統計、アメリカの雇用統計、あとは FOMC とかね、もっといっぱいいろいろありますね、このあたりもね。はい。ね、その他、これバイアス、聞いたことありますかね、バイアス、認知バイアスとか、はい、現状維持バイアスとかね、いっぱい、バイアスっていっぱいあるんですよね、本当に。はい。で、あとさらにですね、プロスペクト理論。これも結構有名な理論になりますね。はい。で、大きく分けてですね、この知識というのは、私の中では基本的には3つに分けることができてですね、その3つというのがこれですね。はい。1つ目、はい、テクニカル分析。もうこれは有名ですね。テクニカル分析。はい。2つ目、はい、ファンダメンタルズ分析。これも有名ですね。主に金融、経済、経済指標とかね、金融政策とか、そのあたりを、重きを置いてですね、主に金利ですよね。金利を使ってね、分析をする方法になりますね。はい。で、その他、バイアスとかでも出てきましたね。プロスペクト理論もそうです。行動心理学、心理学も関係してます。行動経済学ね。はい。その他にもね、もっといっぱい相場の本質とかね、もっと詳しいところもあります。はい。私は、経済物理学というね、相場を科学するという分野からね、自分なりに答えを考え出して、こう、ね、導いてここまで来たという形になりますね。それもその他に入るかもしれませんね。はい。なので、この知識では3つですね。テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、その他という形。で、さらにですね、この知識、この3つで何が大切なのか。はい。もっと一言でパンって言い表すならば、これですね、ズバリ。網羅性です。網羅性。はい、知識はもう本当に網羅、もう幅広く知ってた方が有利。知らないよりは知ってた方が100倍有利なんですね。100倍、もっとそれ以上有利です。なので、せめてですね、最初はしょうがないですけど、浅く広く、本当に浅く広くでいいです。浅く広く。もう私だって全然知らない言葉とか出てきますからね。その度に調べればいいわけですから、これってこのこと言ってんだな、みたいな感じでいいと思います。ただ、網羅性、知らない知識があると不利になりますから、トレードする上では。なので、やっぱりある程度の網羅性、もう、幅広く知ってた方が有利なことは間違いないです。なので、もう本当にもう幅広く知識を増やしましょうという意味で、まとめるのであれば網羅性というふうにさせていただきましたね。はい。じゃあ続いて、手法ですね。手法は結構、手法は簡単ですね。簡単。はい。エントリーしますからね、まず。はい。エントリーして、で、決済しなきゃいけませんよね。はい。じゃあ、一つ一つね、頭に浮かぶこととして、皆さんこれだと思いますね。はい。そもそも、エントリーの手法は何なのか。はい。利確の手法は何なのか。損切りの手法は何なのか。はい。この3つですね。この3つ。それぞれの手法を考えなきゃいけませんね。はい。で、この手法、この3つエントリー、利確、損切りの手法を作る上で大切なこと。前提として一番大切なことがこれです。再現性ですね。再現性。先ほどもお伝えしましたが、手法のこの円を大きくしていくためには何が必要なんでしたっけ？検証ですよね。検証。はい。つまり、検証できる手法じゃないといけないんですね。ということは、
検証しやすさ、なるべく検証しやすい方がいいわけです。つまり再現性ですね。はい。再現性。なので、もうエントリーの手法、利確の手法、損切りの手法も、なるべく、シンプルというか、本当に再現性。はい。誰がやってもできるような、誰がやっても同じように再現できるような手法を作る方がいいです。はい。で、これはですね、また次回かな。はい。次回ぐらいにですね、この手法の作り方をもっと詳しく見ていこうと思いますがね。結構皆さん目から鱗の考え方だと思いますが、またぜひお楽しみにしていただけたらなと思います。はい。続いて、ルールですね。はい。ルール。思い浮かぶこと。リスク許容度。リスクはどれぐらい取れるのか。最大損失額とかと。ね、そこら辺とも密接に関係ありますね。リスクの許容度はどれぐらいなのか。はい。チャートパターン。例えば、エントリーチャンス来たけど、チャートパターンで3ゾーン、ヘッド&ショルダーが来たときは、エントリーしないとか、ね。逆にエントリーするとか。はい。そういうのも立派なルールですね。チャートパターン。はい。あと、時間管理ですね。時間管理。私はデイトレードなんで時間管理めちゃくちゃ大事にしてるんですけども、時間管理を、何時から何時までエントリーしていいルールにするのか。逆に、じゃあエントリーしちゃいけないルールを作るとかですね。エントリーしちゃいけない時間帯をね、作るとかですね。はい。はい。あと、これも立派なルールですからね。はい。酒を飲んだらトレードしないとか。はい。あとは体調不良だったらトレードしない。それも立派なルールだと思います。私もですね、例の流行り病に先週1週間ほどですね、ちょっと寝込んでましたけども、一切トレードはしませんでした。はい。それは自分のルールがあるからですね、こういう時トレードしたら痛い目合うとかっていうね。はい。なので、これも立派なルールですからね。はい。で、こういったことをまとめるとですね、こんな感じになりますね。はい。資金管理、トレード管理、自己管理と、この3つに分けられると私は思っています。で、基本的に英語に直す方が分かりやすいかもしれませんね。英語、リスクマネジメントですね。資金管理、リスクマネジメント、トレードマネジメント、セルフマネジメントと、この3つですね。結構英語の海外のトレーダーとかも結構使ってはいますかね。リスクマネジメントは絶対出てくる言葉です。はい。で、この3つ、ね、の中、この3つのマネジメント、3つのルールの中でですね、大切なことはこれなんですね。自制心。はい。英語で言うとディシプリンって言ったりするんですけどもね。はい。つまり、この自分で、作った、ルール、管理をですね、守るっていうことですね。自制心。自分で制御するですから、自分で守んなきゃいけない。いかに自分を、制御できるかっていうことですね。自制心が大事という形になりますね。はい。結構ですね、海外のサイトとかね、見ていただくと、ディスプリンって出てくるんですけども、皆さん調べていただけたら出てくると思います。はい。で、これは海外の人もすごく口酸っぱく言ってるんだなっていうことがよくわかりますね。はい。一方でですね、海外のサイト見るとですね、ルールとかメソッド、手法ですよね。メソッド、手法とかルールスとかっていう言葉ってあんまり出てこないんですよ。はい。じゃあ手法とかルールってないのっていうとですね、違くてですね、ちょっとよく出てくる言葉がありまして、それがですね、ストラテジーというんです。戦略ですよね。ストラテジー、マイストラテジーとかって言うんですけども、戦略。はい。なるほどなって思うのは、向こうの人は戦略として考えてるんだなっていうところですよね。はい。つまり、このルールと手法の合わさったところが大事。この全て重なっている部分、ここを、向こうの方、向こうのトレーダーとかはもう戦略、ストラテジーと呼んでるというふうに、私は解釈してますね。はい、ストラテジーですね。もちろんそのテクニカル分析とかっていう言葉はもちろん出てきますけどね。はい。なので、自制心は大事だよと、言ってるわけです。はい。ここまで簡単にまとめるとこんな感じですね。はい。3つの要素、知識、手法、ルール。はい、知識、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、その他。で、この知識で一番大切なことは網羅性だよという形ですね。はい、手法ではエントリー、利確、損切り。この3つの手法を作らないといけないよと。はい、大切なのは再現性ですね。
はい、ルールは、資金管理、トレード管理、自己管理。この3つですね。自制心が大切だよと。で、この3つが重なったところ、はい、ここですね。ここ。で、やっとうまく全て釣り合いが取れるとですね、お金を相場として、相場からいただくことができるというものになります。ぜひですね、この3つの言葉もそうなんですけども、このキーワードですね。ぜひ覚えておいていただきたいですね。網羅性、再現性、自制心です。これがめちゃくちゃ大事です。しっかりと覚えておいておきましょうね。はい。はい。で、ここが本日のメインディッシュというか、はい。一番お伝えしたいことですね。トゥードゥリストとなってるんですけども、私の経験等も含めましてですね、あと私がメンバーの皆さんに教えている感覚をもうすべて含めてなんですけども、トゥードゥリスト、やるべきこと、こういう流れでやったらいいよっていう道しるべですよね。はい。まず、1番、2番、3番ってありますね。はい。1番は、まずは知識を増やしましょう。ここに継続と書いてあります。継続っていうのはですね、もうずっと続けるっていう意味ですから、知識を増やし続けましょうってことですね。はい。先ほど分類しました ABC ですね。テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、その他。はい。この知識をもうひたすら継続して増やしましょうと書いてあります。はい。1番目。はい。2番目ですね。2番目。はい。次は手法を構築しましょう。まずとにかく知識を増やします。知識を増やさないとですね、手法も構築できません。例えばゴールデンクロスって何とか、レッドクロスって何とかっていうそういうね、知識がないとそもそもそういう手法は作れませんからね。なので知識をひたすら増やしてですね、もう手法をまず作るんです。つまり手法を作るために勉強しましょうっていう話ですね。はい。じゃあ手法をどういうふうに作る、どういう手法を作るのかというところなんですが、エントリーの手法と損切りの手法と利確の手法。この3つですよね。この3つの手法をまず作りましょう。で、こちら矢印で検証と書いてあります。はい。で、これ検証してですね、この手法を構築していきます。だんだんと、なんて言うんでしょうね。これを繰り返して、優れた手法にするというイメージですかね。はい。で、こちら絵で書いてありますね。A, B, C ぐる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 って、こういうね、リサイクルみたいな絵が書いてありますね。はい。ここに書いてある通りですね、この A, B, C をずっと回すんです。ずっと。はい。こちらもずっと回します。ずっと。ひたすら。終わりはありませんからね。終わりはありません。はい。例えばこちらも、検証って書いてあるんでね。例で言うと、ゴールデンクロスにしましょうか。ゴールデンクロス、レッドクロス、どっちでもいいです。はい。ゴールデンクロスっていうエントリー、チャートがあって、MA の期間をじゃあ、いくつでもいいですけども、短期と、長期で MA の期間設定しました。はい。で、じゃあこれがゴールデンクロスしたらロングしようっていうエントリーの手法をまず、決めましょう。決めました。はい。じゃあ、損切りどうしようか。ゴールデンクロスを使ってロングするんだったら、じゃあ損切りは、じゃあ長期線、長期の移動平均線を実体で下割ったら、じゃあ損切りにしようかな。じゃあ利確の手法どうしようかな。じゃあ短期線の移動平均線を逆に実体で割ったら利確しようかな。よし、じゃあこれ検証で回してみよう。で、検証するわけです。はい、エントリーの手法。はい、ゴールデンクロス来ました。はい、長期足のね、実体。長期足の MA 実体で割っちゃいました。損切り。はい、短期足の方の実体で割ったんで利確します。みたいな、そういう検証をひたすら繰り返すわけですね。で、成績、勝率とリスクリワードが出るわけです。あんまりいい成績じゃないな。あんまり良くないな。じゃあどうしようかな。はい、じゃあ今度は、じゃあエントリーの手法で、またゴールデンクロス、同じゴールデンクロスなんだけど、じゃあ期間を短くしてみよう。もうちょっとトレードの出金効率を高めたいから、MA の期間を短くすれば、その分エントリーチャンスは増えるわけですから、じゃあ MA の期間を短くして同じことやってみよう。はい。で、同じことをやるわけです。バーって検証。確かにトレードチャンスは増えたし、デイトレードがいいからトレードチャンス増えたし、いいけど、勝率とかリスクリワードあんまり良くないなとか、じゃあどうしようかな。MA もう一本足してみようとか。はい。こんな風にですね、ひたすら ABC を繰り返して構築していくわけです。バーっと。はい。で、手法構築しますと。はい。続いてですね、3番、ルールを作るというところになります。はい。ルールですね。こちら自己管理。もちろん酒を飲んだらトレードしないとかね。はい。ありますね。はい。で、資金管理。こちらは損切りの手法とも関係してます。資金管理。何%までリスクを取るのか。はい。で、トレード管理ですね。エントリーチャンス来たけど、じゃあ実際に利確のチャンス来たけど利確するのかしないのか。損切りのチャンス来たけど損切りするのかしないのかの判断材料をどうするのか。通貨の強弱なのか。時間管理なのか。
っていうトレード管理全体ですね。ここら辺を作っていく。これも ABC で回していきます。ひたすらね。はい。これもやっていくと分かります。例えばですよ、よくある、私も経験しましたけども、損切りの手法を決めましたと。はい。で、じゃあ資金管理をします。資金管理ね。じゃあ、3% にしましょうか。資金の 3% までリスクを取ることにしましょう。はい。それで、いろいろまたね、こういうふうに検証をやるわけなんですね。検証やっていく。よし、検証だといい成績出るわ。はい。デモとかね、デモでやってみます。デモでやると、含み損をね、金額で出るわけです。いや、ちょっと待って、3%って結構きついな。精神的にきついぞ。という形。これがプロスペクト理論。ここにも関係ありますけどね。プロスペクト理論にも関係あるんですけども、これきついなってなったら、またこっちに戻るんですね。はい、戻って、じゃあ、損切りの手法をもうちょっと浅くしようとか。はい、じゃあ、資金管理もっとこれ減らそうとか。っていうふうに。はい、こちらにも書いてありますね。はい、今度こっち。先ほどは ABC で回す。こっちですね。ABC で回すと書いてました。こっちは123で回します。123。123で回す。つまり ABC で回しつつ123でも回すんですね。はい。どういうことか。今言った話ですね。はい。メンタル的にきつい。これプロスペクト理論だな。はい。1番ですよね。1番のその他の知識が出てきます。プロスペクト理論、行動経済学ですね。はい。プロスペクト理論的にきつい。じゃあ、損切りの手法、今度2番、損切りの B の手法ですね。はい、また検証します。損切り。これならできそうかな。じゃあ、資金管理がじゃあ何パーがいいな。はい。じゃあ、これ5% だったらどうなるだろう。もう一回、じゃあ、損切りの手法をこう書いて、変えて検証してみよう。プロスペクト理論 5% にするとちょっときついかな。金額見ちゃうと。とか。っていうふうにですね、ABC と123でひたすらこういうふうに回すんです。ぐる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 。それで、もう少しずつ、もう石を磨いていくのと一緒ですよね。少しずつ優れたものにしていく。自分のものにしていく。はい。これが、もうすべて共通しています。これが私が思うですね、FX で上達するためにやらなきゃいけないこと。マスターするべきことですね。これは絶対にやらないとうまくならない。これは保証しますね。はい。なので、こういう感じでもうひたすら回して自分のルール、自分の手法、知識をね、ずっと習得していただけたらなと思います。ぜひ皆さんもやっていただけたらなと思いますね。はい。ではですね、手法の作り方としてですね、もちろん私は手法はすべて無料で公開してますけども、いや、私は、初めてとりあえず FX やってみるし、とりあえず自分でやってみようという方はですね、気になるかと思いますね。はい。じゃあ具体的にどんな手法を構築すればいいの？はい。手法、エントリー、決済、エントリーと利確と損切りがあるわけですよね。この3つの手法を作るわけです。先ほどゴールデンクロスの、ね、例を使って簡単にですよ。さらっと合ってるかどうかとかは別ですからね。さらっと紹介しましたね。はい。じゃあ具体的にどんな手法を構築すればいいのか。これがですね、また皆さん目から鱗かもしれません。はい。これはですね、また次回お楽しみにという形にさせていただきます。はい。今回のね、エンタメコーナーのテーマはですね、パイロットと管制官のコミュニケーションという形で、航空マニアにはね、ちょっと欠かせない、楽しいものかと思いますので、もしよかったら最後まで見ていただけたらなと思います。という形でありがとうございました。ここからパイロットと管制官との架空のコミュニケーションが始まりますが、使われているコールサイン、呼び出し符号や名称等は全て架空のもので、現実のものとは一切関係ありません。また、使われている用語等も正確でない箇所がありますので、正しい用語や用語の使い方等は最新の法令をご確認ください。あくまでもエンタメとしてご視聴していただければ幸いです。ということでですね、皆さんご登場ありがとうございますという形ですね。こちらはフォレックスエアラインズ97便 FX トレーダー行きとなっております。なお当便は条件付き運行となっておりますね。はい。この条件付き運行の条件って何なのかということですね。私も数人にね FX のトレードを教えているんですが、FX トレーダー行きというか、皆さんもね FX トレーダーにするために飛行機をね運航しているわけなんですけども、目標が変わってしまったりとか、ちょっとうまくね努力をすることができなくてで
ですね、途中で引き返してしまうこともありますので、そういう意味での条件付き運航となっておりますのでね、はい、ご了承ください。はい、ということでですね、こちらの便の運航の概要を説明します。航空会社、フォレックスエアラインズですね。すべて架空ですからね、皆さんすべて架空ですからね、ご了承ください。はい。便名は97便です。コールサインはフォレックス97ですね。はい。FX トレーダーの道を私はすべて示しました。はい。まず、ジャパン空港ですね。皆さんはジャパン空港にいると思ってください。ジャパン空港です、今。はい、ジャパン空港から出発します。ジャパン空港から地上走行して、離陸許可もらって離陸します。34ライトから離陸します。はい。で、続いて向かうのが検証というポイントですね。検証というポイント。RNAV だったらウェイポイントとかしますね。検証。はい。検証というポイントを抜けてですね。はい。デモというポイントに向かいます。デモ。はい。これがデモトレードを意味してますからね。デモトレード。はい。で、ここにですね、検証ディパーチャーという、なんて言うんでしょう。ディパーチャーの種類ですね。検証ディパーチャーという名前を付けました。はい。で、さらにデモトランジションっていう、トランジションですね。もう名前も付けました。デモトレードですね。はい。で、デモトレードした後に、デモトレードでプラス、デモプラスというふうに、ポイントですね。勝手に名付けました。デモプラスを通って、リアルトレード。ファイナルアプローチフィックスはリアルとしますね。リアルトレード。で、こちらは努力アライバルという名前を付けました。つまり努力ですよね。努力。はい。なんで、努力を続けてくださいと。いい感じですかね。はい。で、最終審理を行うところがリアル5000フィート。リアルトレードを意味します。で、最後、精密審理。ILS のズール、ランウェイ、トゥーセブンアプローチ、精密審理。こちらは、精密審理ですね。精度が要求されるという意味で精密審理を選択しました。はい。で、皆さん、達成するとですね、見事に FX トレーダー空港に到着するよという流れでね、この ATC のコミュニケーションを作りましたのでね。はい。で、今回はですね、まだ、皆さん、お客さん、皆さん乗った後ですね、乗ってクリアランスもらって地上走行して離陸許可をもらうまでですね、離陸許可をもらうまでになりますね。はい。で、ここに書いてありますが、飛行機は向かい風じゃないと飛べません。飛べないわけではありませんが、相当不利になります。なので、向かい風じゃないと飛べない。はい。不利になってしまいますからね。はい。なので、この、私の人生の教訓にもなってますかね。向かい風。物事を何か成し遂げるときにはですね、向かい風があった方が高くまで飛べると。はい。もう、誰かにね、なんて言われようと、はい。あいつ変わってるよなとかって思われようと、そういう向かい風がないと高くまで行けないんです。はい。そういう、私は人生の教訓だと捉えてですね、向かい風だからこそ、ね、いろいろ厳しい風、ね、風向きがあるからこそ、高くまで飛べるんだと信じて、私はね、今まで努力を重ねてきたわけですね。はい。で、上昇するのが一番大変と、ここに書いてありますね。ちょっと、詳しい方はね、クリティカル11ミニッツとか、知ってる方もいらっしゃるかな。はい、ちょっと調べてみてください。興味ある方はね。はい、上昇するのが一番。はい。離陸して上昇して、検証ポイント。検証にたどり着くまでに挫折してリターンして帰ってくる人もいます。はい。さらにですね、もう検証はクリアしたけど、デモトレードで思うようにいかず、はい。デモトレード思うようにいかずにまたリターンして戻ってきちゃう。もしくはもう同じようにデモトレードやってるけど、なかなかプラスにできなくて、もう無理って言ってリターンしてきちゃう。そういう意味での条件付き運航ですから、はい。そういう方もいらっしゃいますからね。はい。ただもう一方でね、しっかりとここまで努力、今リアルトレード最終侵入まで、かかってる方もいらっしゃいますからね。はい。なので、ここはもう諦めずに、上昇するのが一番の大変なんです。本当にここまで。検証を超えてデモトレードに入って、で、ある程度成績が出るまで、ここが一番大変。もうほとんどの人がここまででやめてしまいますね。挫折してリターンしてきて、帰ってきてしまいます。元の空港にね。はい。なので、そういうものだと思ってですね、今回は、エンタメだと思って、離陸許可までね、しっかりと、ATC ちょっとね、軽く聞いていただけたらなと思いますので、ぜひお楽しみください。Japan Delivery Forex 907 Forex 907 Japan Delivery, go ahead. Forex 907 Request clearance to Forex Trader Airport by level 340. Forex 907 Roger, stand by.
Forex 907, clearance. Forex 907, go ahead. Forex 907, clear to Forex Trader Airport via Kensho departure. Demo transition flight landed. Maintain flight level 160 until Kensho. Expect flight level 340. Scope 2022. Read back. Forex 907, clear to Forex Trader Airport via Kensho departure. Demo transition flight landed. Maintain flight level 160 until Kensho. Expect flight level 340. Scope 2022. Readback is correct. Contact ground 123.4. Report when ready for pushback. Contact ground 123.4. Report when ready. Good day. Japan Grand Forex 907. Request pushback gate 58 with Bravo. Forex 907. Japan Grand. Runway 341. Pushback approved. Face to nose. Pushback approved face to nose. Runway 341. Forex 907. Japan Grand. Forex 907. Request taxi. Forex 907. Taxi to holding point runway 34 via Romeo Charlie. Taxi to holding point runway 34 via Romeo Charlie. Forex 907. Forex 907. Contact tower 119.1. Good day. Contact tower 119.1. Good day. Forex 907. Japan Tower Forex 907. Ready. Forex 907. Runway 34 line up and wait. Runway 34 line up and wait. Forex 907. Forex 907. Runway 34 wind 340 at 15. Clear for takeoff. Runway 34 clear for takeoff. Forex 907. Good luck.